ウクライナの首都キエフの中心、独立広場。世界遺産の大聖堂内部は圧巻です。世界最高峰のキエフバレエ団を激安で鑑賞。ウクライナの絶品グルメを堪能。ウクライナのマトリョーシカの特徴とは？地球の国全部行く。2022年2月24日、ロシアがウクライナに対する軍事侵攻に踏み切り、ロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いています。連日、ウクライナ国内、特に首都キエフの情報が伝えられています。一日でも早く戦争が終わり、平和になってほしいですね。今回の動画は、ウクライナはどういう国か、キエフの街並みの様子についてなど、物価や名物料理、文化など、観光名所を紹介しながら解説していきます。では、どうぞ。ここは黄金の門。今から1000年前に作られたというのはすごいですね。1240年、モンゴル軍により破壊されましたが、1982年に再建され、内部を見ることができます。破壊されてはいますが、今でも門が残っているのはすごいですね。ウクライナ語で解説付きです。さて、ソフィア大聖堂がある広場にやってきました。こちらは鐘楼、装飾が美しいですね。一番上に鐘があります。ウクライナはヨーロッパの東に位置していて、ロシアに接しています。面積は 60.4 万平方キロメートルで、日本の 1.6 倍、人口は4130万人で、ヨーロッパでは7番目に多いです。ウクライナはヨーロッパで2番目に貧しい国で、1人当たりの GDP は3700ドル、日本は4万ドルなので、日本の10分の1以下です。労働者の月給は日本円で1万円から2万円ぐらいなので、物価が非常に安いです。経済的な問題から多くの人々は主に西ヨーロッパの各国に出稼ぎや移住をしています。こちらがソフィア大聖堂です。1990年、世界遺産に登録されました。今から約1000年前の1037年創建、13個のドームを持つビザンチン様式の建築は何度も増改築が繰り返され、現在のようになりました。中央の金のドームを中心に複数のドームが全体として一つの大聖堂となっていて、非常に美しい外観ですね。内部のモザイク画は11世紀の当初から残るオリジナルのもので、内壁すべてに描かれていて圧倒されます。では、ウクライナの物価について見ていきましょう。ウクライナの通貨はフリブニャといって UAH と表します。1フリブニャは約4円です。最高紙幣 500UAH は約2000円で、さらに200、100、50、20に 1UAH までお札があります。4円や8円でもコインじゃなくてお札なんですね。こちらは市バスで、運賃は 5UAH なので20円です。日本のバス運賃は200円ぐらいなので10分の1ぐらいですね。次に地下鉄です。20円でトークンを買って改札機に入れて中に入ります。エスカレーターで地下10階ぐらいまで下がります。ものすごく深いですね。地下鉄のホームは旧ソ連時代に作られたので重厚で豪華な感じです。ただ地下鉄の車体はこんな感じでかなりボロいです。地下鉄車内の様子です。こちらが地下鉄路線図です。キエフには3種類の路線があることがわかります。食べ物を見てみると、こちらは揚げパン6から 7UAH なので20円から30円ぐらいとかなり安いですね。朝飯の揚げパンめちゃくちゃうまかったです。交通や食べ物の価格からウクライナの物価は日本の10分の1くらいということがわかります。めちゃくちゃ安いですね。ウクライナ国立オペラ座にやってきました。世界的に見てもトップクラスのバレエ団。日本に公演に来ると安くて8000円ぐらい、高いと3万円ぐらいの席ですが、本場ウクライナでは1階一番前の最も高い席が 300UAH、約1200円で激安。一番上の5階席は 20UAH なので80円。どんだけ安いんだという感じですね。チケットを無事買えたので夜の公演まで観光です。聖ミハイルの黄金ドーム修道院にやってきました。こちらは鐘楼です。水色に塗られた壁と
黄金のドームが美しいですね。この2色はウクライナの国旗のようですね。道路をくぐって奥に進むと聖ミハイルの黄金ドーム修道院です。金色のドームが複数あって非常に美しいです。12世紀に建てられましたが、1937年ソ連の宗教弾圧のため取り壊されました。そして2000年に再建されました。内部も非常に美しいのですが、残念ながら撮影禁止。キエフには歴史的、宗教的にも素晴らしい建築、教会が多数ありますので、ロシア軍には絶対に破壊しないでほしいですね。さて、お腹が空いたので、ランチを食べにレストランに来ました。ウクライナ名物のボルシチではなく、店の人おすすめのカルチョスープにしました。60UAH、240円です。安いですね。飲み物はウクライナの伝統的な飲み物、ウズバー、ドライフルーツを砂糖とともに煮込んだジュース、25UAH、100円です。なんとも微妙な味、美味しくはないかな。カルチョスープはロシア風もち麦スープで鶏肉、もち麦が入っていてクッパのようでめちゃうま。パンは無料でついていてスープと一緒に食べると美味しいですね。アンドレイ教会です。この教会も水色と金色のウクライナカラーですね。18世紀に建てられたロシアバロック様式の教会で、外観は宮殿のようで豪華な作りですね。丘の上にあるのでアンドレイ坂を降りていきましょう。この辺りは屋台の店が多く、可愛らしいマトリョーシカがたくさんありました。ロシアのマトリョーシカはすべて同じ絵柄なのですが、ウクライナのマトリョーシカはすべて異なる絵柄なのが特徴的です。こちらはお母さん、お父さん、兄弟たち、そして孫までと小さくなっていきます。最初は15センチメートルぐらいから、最後はかなり小さくて1センチぐらいまで。サイズがここまで極端に違うのは面白いですね。屋台なのでいいねなのですが、かなり負けてもらって1セット 500UAH 約2000円ぐらいでした。食事やホテルよりも高い。でもこのお土産は大満足ですね。次はチェルノブイリ博物館です。1986年4月26日午前1時23分、4号炉が事故により爆発しました。その時の様子を伝えるための博物館です。写真、動画、展示物がたくさんあり、事故当時の恐ろしさが伝わってきます。ちょうどこの時は福島原発の特集で写真展を行っていました。ウクライナ語、日本語の兵器で福島に語りかけていました。福島原発事故当時の新聞、写真など、日本でも報道していない写真もありました。こちらは原子炉を模した中央ホール。宇宙のどこかにいるようですね。この模型はチェルノブイリ原発で事故の様子を再現していました。夜中1時23分に事故が発生しました。4号炉が爆発しました。夜が明けると4号炉が崩壊し、放射能が漏れています。数十年かけて4号炉を覆う石棺を作りました。この子供たちの写真は事故後に病気などで亡くなった子供たち、辛い写真です。独立広場にやってきました。ニュースではロシア侵攻により独立広場に警報が鳴り響く様子などが報道されていますね。この日は2015年5月ですが、2014年ウクライナ東部のクリミア半島の紛争で亡くなった犠牲者の方々の展示がされていました。写真や記念品、花が飾られ、故人を偲んでいました。高台に上がってきました。ウクライナ独立記念碑は52メートルあり、てっぺんには12メートルの女性の像を掲げています。美しい記念碑ですね。路面電車、トラムはかなりオンボロですね。こちらも初乗り20円です。私がキエフを歩いていて気づいたのは、女の人たちがたくさん働いているということです。路面電車の運転手も女性でした。ホテルで聞いてみると、ウクライナでは男性の多くが戦争に行ってしまうので、男性が足りず、女性が働いているのだそうです。辛い現実ですね。夕食は観光客向けの可愛いレストランにやってきました。ウクライナの生ビール 500ml の中ジョッキで150円です。ポークソーセージとオニオンフライ440円。水餃子250円。ボルシチ、どれも美味しかった。これだけ食べても1000円ちょっとというのはやはり物価は安いですね。ホテルはドミトリーで
2段ベッドが4つある8人部屋、1人 100UAH、約400円と格安です。風呂、トイレは共同ですが、清潔感があってとても良かったです。おすすめです。2日目の朝、世界遺産のペチェルースカ大修道院にやってきました。キエフの一番の見どころです。今から約1000年前の1051年、2人の修道士が洞窟で暮らしていて、横穴を掘り続けて洞窟のトンネルを作り上げました。ウクライナ語で洞窟を意味するペチェーラが修道院の名前になっています。上の修道院と呼ばれるウスベンスキー大聖堂は黄金のドームを持つ荘厳な修道院で、外観も内部も素晴らしいです。ただ、ペチェルースカ大修道院の見どころは下の修道院、つまり洞窟のトンネルです。観光客が入れるのは一部で、中は真っ暗なので、入り口で1本 3UAH のろうそくを買って火をつけて中を進んでいきます。地下墓地でもあるので、修道士のミイラが至るところにあってかなり驚きました。信者たちは祈りながらありがたく進んでいましたが、私は目の前にミイラ、遺体があり、ろうそくの火以外は真っ暗なので結構怖かったです。肝試しのようでした。修道院そばの食堂のようなところでランチをしました。手作りの家庭的な料理がどれも美味しかった。値段は激安で驚きました。このチョコレートがかかったケーキのようなものは 6UAH、24円。このフルーツジュースは 4UAH、16円です。その他、スープや料理は30円から50円ぐらいなので、これだけ食べても150円ぐらいでした。レジで売っていた赤ワインは 50UAH、200円でした。やはりウクライナの物価は日本の10分の1ぐらいですね。さあ、念願のウクライナ国立オペラ座にやってきました。内装は圧巻の美しさで圧倒されました。こんなにも豪華な劇場なのに、一番高い席が1200円とは驚きです。舞台の下にはオーケストラがいて、バレエに合わせて演奏します。贅沢ですね。最後の挨拶の時だけ写真 OK。華やかな様子がわかると思います。キエフバレエ団、最高でした。カジュアルなレストランにやってきました。ウクライナの家庭料理、牛タンのような料理や、生地を重ねたミルフィーユのようなもの、魚の煮こごり、ゼリー状になったものなど、どれも200円ぐらいでとても美味しかったです。以上、ウクライナの首都キエフの観光地を巡りながら、ウクライナの物価、美味しい食べ物を紹介しました。早くウクライナに平和が戻ってほしいですね。以上、ご視聴ありがとうございました。